どうもこんにちは。プティモンキレンジのお時間です。シェイプレイヤー入門も第6回まで来ました。今回はシェイプレイヤーの線について深掘りしたいと思います。以前に線の端の形状を変化させたことがあると思うのですが、線には他にもいろいろな効果を付け加えることができます。今回紹介するのは、破線とテーパーと波です。それらの効果を使いながら、こういったアニメーションを3回に分けて作成していきます。では早速見ていきましょう。今コンポで再生されている3つの線があります。これらはすべて同じパーツから作られた線ですが、上から破線、テーパー、波とそれぞれ効果を付け加えたものになります。同じ線でも効果を追加するだけで見た目がガラッと変わります。では実際にこれらの機能を使ってアニメーションを作成してみましょう。まずコンポを作ります。今回はサイズを幅1080、高さ1080にフレームレートは24とします。デュレーションは3秒に設定し OK をしてください。まずはいつも通り背景を作成しましょう。コントロール Y で新規平面を作成します。いつも単色の背景なので、今回はエフェクトを組み合わせて背景を作成してみます。新規平面が作成できましたら、エフェクトのグラデーションを適用させます。名前の通り平面にグラデーションがかかります。今は上から下に向かってグラデーションがかかっていますが、これを変更します。グラデーションのシェイプを直線上から放射状へ変更します。その後、グラデーションの開始の Y 軸を画面の中心に持っていきたいので、コンポサイズの半分の数値である540へ変更します。これで画面の中心から外側へ放射状に広がるグラデーションになりました。次にエフェクトのポスタリゼーションを適用します。ポスタリゼーションは色や明るさの階調を落とすことができるエフェクトなので、滑らかなグラデーションの階調を落として輪郭を出すことができます。レベルを上げると階調を増やすことができます。逆にレベルを下げると階調を減らすことができます。この辺はお好みで調整してみてください。私はデフォルトの7にしておきます。次にタービュレントディスプレイスを適用します。タービュレントディスプレイスはよく使われるエフェクトで、適用したレイヤーを歪める効果があります。パラメータ次第で手書きのようなタッチを加えることにも使えます。やってみましょう。量とサイズをそれぞれ25に設定します。量は歪みの強度の設定です。値が大きいほど歪む強さが上がっていきます。サイズは歪みの大きさです。値を低くすると細かく歪ませることができ、値を大きくすると歪むサイズも大きくなります。最後に複雑度を10に上げましょう。複雑度を上げることで手書きのような質感が増します。次に色かぶり補正を適用して色の変更を行います。ここは好みで色を選んでください。最初に適用したグラデーションのエフェクトでも色の変更ができるのですが、グラデーションの後に適用しているポスタリゼーションは色の階調にも影響があるため少し問題が起きます。なので色の補正は最後に行うことにしました。これで背景は完成です。次は楕円形ツールで円を作成します。楕円形ツールに切り替えて線はオフにして塗りだけの状態にします。楕円形ツールのアイコンをダブルクリックして中央に円を作成します。作成したレイヤーのコンテンツから楕円形パスを開いてサイズを調整します。今回は250とします。ではアニメーションをさせます。普段はサイズにキーフレームを打ち、拡大縮小のアニメーションをさせるのですが、今回は理由があり、スケールにキーフレームを打ち、アニメーションをさせます。このシェイプレイヤーには、後でもう一つ楕円形を足すので、2つの円形を一緒にスケールさせるためです。サイズにキーを打ってしまうと、それぞれ楕円形にキーフレームが必要になりますが、レイヤーそのもののスケールであればアニメーションをまとめることができます。では、
S を押してスケールのプロパティを表示させます。開始フレームで0とし、6フレーム進めて100にします。開始フレームを選択して、モーションツールズで出る速度の影響を強めます。モーションツールズを導入していない方は、キーフレーム選択後に F9 を押してから、コントロール、シフト、K でキーフレーム速度の調整を行ってください。調整が完了したら、スケールのプロパティを選択して、モーションツールズのエラスティックをクリックして、バウンスアニメーションを作成します。再生してみましょう。こんな感じで簡単にアニメーションが作成できるようになるのがモーションツールズです。無料で入手できるので、ぜひ導入を検討してみてください。では、次に再度、楕円形のシェイプレイヤーを作成します。今度は塗りをオフにして、線だけの状態にして作成します。サイズと線幅を調整します。サイズは先ほど作った円形よりも少し大きくしたいので340とします。線幅は10くらいで OK です。これで準備が整いました。線に効果をつけていきましょう。線幅の4つ下にある破線という箇所を見てください。破線と書かれた右隣にプラスとマイナスのアイコンが表示されています。このプラスをクリックすると、線分とオフセットという項目が増えて、線が点線に切り替わります。線分は線の分割数を調整する項目です。線分は数値が低いほど細かい点線になります。今回は40とします。次にオフセットですが、こちらは表示された点線をスライドさせるアニメーションや、点線の位置を決める際に使用します。では、破線の横にあるプラスをもう一度押しましょう。すると、新しく間隔という項目が追加されました。これは言葉通り、線と線の間隔を調整できる項目です。さらにもう一度プラスを押します。線分がもう一つ追加されました。線分を49に変更します。これで均等な点線ではなく、見た目を変化させることができました。このようにそれぞれのパラメータを調整して点線をデザインしていくことができます。マイナスを押すと新しく追加された順に項目を削除していくことができます。ではこの点線にアニメーションをつけていきましょう。パスのトリミングを追加します。開始フレームで終了点を0にして18フレーム進めて100に変更します。キーフレームにそれぞれ出る速度と入る速度を設定します。再生してみましょう。この辺のアニメーションの緩急などは好みにもなるので、いい感じになるまで数値を調整してみてください。次はテーパーと波という効果を組み合わせてみましょう。まずは波とテーパーを追加するためのパスを追加します。画面中央の円形を装飾するようにパスを書いていきます。塗りは必要ないのでオフにして線をオンにします。線幅は18にしておきます。ショートカット G を押してペンツールに切り替えます。まずはざっくりパスを書いていきましょう。パスのポイントを打つ際にクリックではなくドラッグすることで直線ではなく曲線にすることができます。後からでも曲線に変更することができますが、編集しやすい方を選んでください。直線でパスを引いてしまった場合は、曲線にしたいポイントの上でボルトを押しながらクリックかドラッグで変更することができます。ポイントの位置やハンドルを調整して形を整えていきましょう。こんな感じで調整できたら次に行きます。シェイプの中にある線を開いて、波という項目を開きましょう。まずは量を 100% にして波の効果を見てみましょう。量の値を上げることで線が波打つような見た目に変わります。次に単位です。今回はピクセルのままで OK です。こちらはサイクルかピクセルのどちらかに変更することができます。サイクルは線が表示されている範囲を見て波の数が変動します。パスのトリミングなどでアニメーションする際に伸び縮みしてしまい、
意図しない結果になってしまうので、今回はピクセルを選択します。波長は波から次の波までの距離を調整できる項目です。値が低いほど表示される波の数が増えます。今回は100のままで OK です。フェーズはオフセットと同じような効果で波をスライドさせるアニメーションの際などに役立ちます。こちらは後ほどアニメーションさせるので一旦スルーします。次にこの波打つ線の支点と終点を細くなるように変化を加えるため、テーパーを使用します。テーパーはパス先端に向かって線幅を細くすることができる機能です。では、波の上にあるテーパーを開いてみましょう。項目が多く感じますが、今回調整する項目は3つだけです。まず、長さの単位ですが、ピクセルにしておきます。パーセントだとパスの長さに応じて先端部の長さなどが変動するため、今回はピクセルにします。ピクセルであれば、パスの長さに影響されず、好みの調整がしやすいと思います。次に先端部の長さと後端部の長さを120にします。これでパスの支点と終点が先細り消えていく表現になります。パスの長さによって数値は変わっていきますので、コンポ内を見ながら調整してみてください。時間があれば他の数値も調整してどのような変化があるのか試してみるのもいいと思います。線のデザインは完成したのでアニメーションを追加します。パスのトリミングを追加してください。6フレーム目で終了点を0にしてキーを打ちます。そこから20フレーム進んで100にします。それぞれキーフレームの入る速度と出る速度を調整してあげます。これで登場のアニメーションは OK ですね。最後にリピーターを使って真ん中の円を囲うように複製します。リピーターを追加してください。コピー数を2に変更し、トランスフォームリピーターを開き、位置を0にしてスケールを調整します。ここのロックを外して縦横比を自由に編集できるようにします。X 軸をマイナス100にして反転させます。ではもう一つ複製しましょう。リピーターを選択してコントロール D を押します。今度はスケールの値を X 軸は100にして Y をマイナス100にします。これで上下左右きれいに反転しながら複製することができました。今回はここまでです。いかがだったでしょうか？普段と違う背景の作り方から破線、テーパー、波と3つの効果について見ていきました。次回はエクスプレッションという機能を使ってさらにアニメーションに一工夫加えていきたいと思います。エクスプレッションは動きや処理をキーフレームではなく言語で制御してくれる機能です。こう聞くと難しそうに感じますが、紹介するものはその中でもかなり簡単なもので、しかもよく使われるエクスプレッションになりますので、ぜひ習得してみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。